待て、桐谷。トレーニングって、これ全部やるのか？分刻みでトレーニングスケジュールが書いてあるし、どのメニューも最低100回と書いてあるが、しかも司先輩と俺で書いてあるメニュー違いますね。何？俺は朝5キロランニング、スクワット100回とプランク20秒3セット、その後投稿。確かに俺のものとは違うな。俺は腕立て伏せ、ランニング、片足立ちと書いてある。放課後はランニングで帰宅、その後8キロのランニング、帰宅後シングルレッグブリッジ、指腕立て伏せ、さらにこの後に筋トレで V 字腹筋、腕立て伏せ、背筋、バランスの訓練として片足立ち、プランク、エアプレーン、ゆりかご。この鍛錬に必要な所要時間、最適な睡眠時間、就寝と起床時間まで。この前一日のスケジュールを詳細に教えろって言ってきたのはこのためだったのか。2人とも普段のショーや歌の練習で忙しいみたいだから、できるだけ隙間時間にトレーニングができる方法を考えました。あ、そうだ、効率よくトレーニングするために筋トレの時はこちらの重りをつけてください。お貸ししますので。重り？あと当日までの食事メニューも全て書いてあります。作り方やこのメニューにどんな意図があるかも記載したので確認してください。そこまでするのか？はい、せっかくトレーニングをするなら一番効果が高い方法で行いたいですから。確かに食事も体を作るのに必要ではあるが、しかしタンパク質や脂質の量をここまで計算してあるとは。なんつうかアスリート並みだな。このくらいしないと優勝はできないと思って。まあ一理あるな。あのステージを勝ち抜くには相当の体力や筋力が必要そうだからな。ハードではあるが三日月組の修行で鍛えた今ならば無理な内容ではない。やってやろうではないか。実際かなりよくできた練習メニューみたいだし、これをこなしたら相当力もつきそうだしな。ああ、しかし見事なメニューだな。これは桐谷が一人で考えたのか？あ、それは少し協力してくれた人がいて。はい、これが忍びバトルの公式サイトだよ。丸太渡り、水雲、鉄棒飛び。なるほど、どのコースもすっごく楽しそうね。これはどんなトレーニングにするか考えがいがありそうだわ。その気持ちはわかるな。やったことない競技がたくさんあるから、どう攻略しようかなって考えると楽しいよね。でも今から優勝を目指すためのメニューって考えるとちょっと大変だなって思ってたから、レイコが手伝ってくれて助かったよ。気にしないで、私がやりたいって言ったことなのも。ありがとう。でもメイコは本当にトレーニングメニューを考えるのが好きだよね。ええ。目標に向かって何が足りないか考えて、何をやるべきか考えて計画を立てる。そして一つずつ課題をクリアしていく。それって夢に一歩ずつ近づいている感じがして、とっても素敵じゃない？わかる気がする。それで全部クリアした時にもっと成長するためにまた目標や課題を考えちゃうんだよね。はるかちゃんらしいわね。さあ
早速トレーニングメニューを考えましょうか。まず丸太渡りの子には体幹と腹筋が必要だからそうだわ、両方同時に鍛えられる L 字懸垂はどうかしら。確かに効率はいいかもしれないけど、さすがに少しきつい気がする。それより片手で倒立してその姿勢をキープするのとかどうかな。確かに。ってそれも十分きついわよ。そうかな。じゃあその人のおかげで皆さんに合ったトレーニングを考えることができたんです。人によって体格や強い部分弱い部分が異なるので、実際にやりながら調整させてください。なるほどな。そこまで考え抜かれたトレーニング方法ならば、やはりやり遂げねばなるまい。かなり過密だけどな。まあやるって決めたことだしな。全力でいくぞ。では早速トレーニングを始めましょう。俺の最初のメニューは逆手懸垂100回か。はい、丸太渡りや雲歩きには脚力と腹筋、そして腕の筋肉が必要ですから。普段のトレーニングから考えると天馬さんはかなり脚力と腹筋が鍛えられているかと思います。ですので最初は腕の筋肉を鍛える方向でメニューを組みました。なるほどな。確かに俺にぴったりのトレーニングだ。では早速始めるか。はい、では手のひらが自分側へ向くように鉄棒を握ってください。よし、そして体を持ち上げ止まる。いいですね。ではそのまま続けてみてください。任せろ。ふんほっほっ。さすがですね。余裕がありそうです。はあはは。このくらいなら100回くらい軽々こなせそうだな。では負荷を上げるためにこれを着てお願いします。これはただのベストではない。重っ。10キロの重りが入っていますから。な、10キロ？さすがにそれはやりすぎなんじゃないか。本来であれば 3,4 キロでも負荷はかかるんですけど、今回は特別です。本番はどんなアクシデントが起こるか分かりませんからね。おお、確かにな。そういうことなら任せておけ。はあ、1、うわ2。ベストを着ただけでこんなにきつくなるとは。だが負けん。やってみせるぞ。98、99、100。お疲れ様です。ジャンピングスクワットやってみてどうでしたか？ああ、想像以上に足にくるなこれ。特にふくらはぎがかなりきついっつうか。なら狙い通りの効果が出てるみたいですね。苗木取りには跳躍力が必要なので、ふくらはぎが重いのは筋肉が成長している証拠です。でも見た感じまだ余裕がありそうだな。もう少し負荷を上げてみましょうか。はあ？負荷を上げる？はい、次は
このリストバンドをつけて100回やってみてください。少し重くなりますけど、東雲くんならいけるかと。正気か。98、99、100。1セット目はこんな感じかな。まだ慣れない人は自分のペースで大丈夫だよ。今日からやるよって人は10回を3セットやるところから始めて、少しずつ回数を伸ばしていこう。まだ物足りないって人は、そうだな、今度は背中に重りを乗せてやってみようか。まず私がやってみるから見ててね。よし、本番のコースを想定しての練習も問題なさそうですね。今日の練習はここまでにしましょうか。もうやめるのか。俺としてはまだまだいけるのだが。いえ、もう明日は本番ですから。まあ本番前は体休めた方がいいだろうしな。疲れを残すといけないし、今日は軽くストレッチをして終わりましょう。ああ、そうだな。それにしてもこの短期間でだいぶ筋肉がついたな。そうっすね。今ならいいタイムが出せる気がします。ああ、そう思えるのも桐谷の指導があったからだな。桐谷の己にも他人にも厳しいストイックさのおかげで俺たちはここまで成長できた。正直あのメニューを渡された時は驚きましたけど、でも勝つために全力で考えられたメニューだった。ありがとな。東雲くん、天馬さんありがとうございます。お二人が全力で取り組んでくれて嬉しかったです。でもトレーニングはあくまで本番のための準備ですから、明日は一番いい結果を出していきましょう。ああ。